ストップ。その行動、あなたの資産を確実に減らします。今すぐスマホを置いて、この動画を見てください。この動画を見れば、2026年に多くの人が陥る、市場からの退場という最悪のシナリオを、確実に防ぐことができます。逆にこれを知らないと、お正月気分のまま、取り返しのつかない契約を結ばされることになります。今日は、50代が絶対にやってはいけない、破滅を招く NG 行動3つをお話しします。では、行きましょう。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。お正月休み、いかがお過ごしでしょうか。こたつでみかんを食べながら、あるいは帰省先で、この動画を見ている方も多いでしょう。リラックスするのは素晴らしいことですが、実はこの1月2日という日付には、投資家にとって、恐ろしい魔物が潜んでいます。それは、気が大きくなるという魔物です。新しい手帳、新しいカレンダー、そして初売りの高揚感。これらが組み合わさると、普段は慎重な50代でも、なぜか、今年は何か新しいことを始めたい。今年こそは大きく資産を増やしたい。という、危険な前向きさを発揮してしまうのです。普段なら絶対に買わないような、高額な福袋を、正月だしと、買ってしまった経験はありませんか。投資の世界でも、全く同じことが起きます。新NISAの枠が復活したから、冬のボーナスがまだ残っているから、心機一転、勝負の年だから、そんなもっともらしい理由をつけて、リスクの高すぎる商品に、クリック一つで数百万円を投じてしまう。これが1月2日に最も多い投資の事故です。はっきり言います。その浮ついた前向きさが、投資においては命取りになります。投資の世界は、デパートの初売り会場ではありません。プロの機関投資家や高性能な AI が、あなたのミスを虎視眈々と狙っている、冷酷な戦場です。私たち50代に必要なのは、アクセルをベタ踏みすることではなく、ハンドルをしっかり握り、ブレーキの利きを確認することです。今日は、そんな浮き足だった心に、冷や水を浴びせるような話をします。耳が痛いかもしれません。しかし、この話を聞いておけば、あなたは今年1年、SNS で流れてくる甘い勧誘や、銀行窓口での無謀な提案に惑わされることなく、着実に資産を守り抜くことができます。2026年を後悔の年にしないために、絶対にやってはいけない3つの NG 行動、心して聞いてください。では早速、NG 行動の第3位です。これは少し知識がある人ほど、ハマりやすい沼です。それは、未来を予測して動くことです。お正月のニュース番組や経済雑誌を見ていると、必ずこういう特集があります。2026年の株価予想。今年来るテーマはこれだ。大暴落の X デーはいつか。著名なアナリストや経済評論家たちが、もっともらしい顔をして未来を語ります。そして、それを見た真面目なあなたはこう思うのです。なるほど、今年は円高になるのか。じゃあ外国株は一旦売っておこう。今年は半導体が来るのか。じゃあ積み立て先を変えてみよう。やめなさい。その予測に基づいた売買は、すべて無駄です。いや、有害です。なぜなら、未来の株価や為替なんて、誰にもわからないからです。もし彼らの予測が当たるなら、彼らはテレビに出演なんてしていません。誰にも教えずに、自分一人出ればレッジをかけて、大金持ちになっているはずです。投資の神様ウォーレン・バフェットでさえ、短期的な市場の予測は不可能だと断言しています。それなのに、なぜ私たち素人が予測できると思うのでしょうか。予測して動くことの最大のリスクは、稲妻が輝く瞬間を逃すことです。相場というのは、一年中じわじわ上がるのではありません。一年のうちのたった数日、あるいは数時間の間に、爆発的に上昇するのです。
もしあなたが、専門家が下がりそうと言ったからと予測して、市場からお金を引き上げている間に、その稲妻が落ちたらどうなりますか。指をくわえて見ているしかありません。あなたのリターンは、半分以下になってしまいます。そして焦って買い戻そうとした時には、すでに高値掴みになってしまうのです。船長としての命令です。天気予報士になるのはやめなさい。あなたも船長です。明日の天気を当てることではなく、どんな嵐が来ても沈まない船を作ること、つまり、適切な現金比率を守りながら、ただ市場に居続けること、それだけがあなたの仕事です。予測したくなったら、それは神様の領分だと、自分に言い聞かせてください。続いて、NG 行動の第2位です。これは現代病とも言える、精神的な毒です。SNS で他人と比較することです。お正月は、時間ができて SNS を見る時間が増える時期です。X や Instagram を開けば、そこにはきらびやかな成功体験が溢れ返っています。今年の配当金は300万円でした。新NISAで送り人達成しました。年始から爆益です。そんな投稿を見て、あなたは自分の地味な口座残高と見比べ、こう感じていませんか。自分はなんてダメなんだ。もっとリスクを取らないと追いつけない。あっちの投資法の方が儲かりそうだ。その焦りこそが、破滅への入り口です。はっきり言います。SNS で見えている世界は、ただの切り取りです。彼らは、うまくいった瞬間だけを切り取って、見せびらかしているに過ぎません。その裏でどれだけの損失を出しているか、どれだけの精神的ストレスを抱えているか、それは決して画面には映らないのです。それに、そもそも私たち50代と20代、30代の投資インフルエンサーとは、戦うフィールドが違います。彼らには時間と労働力という、失敗してもやり直せる最強の武器があります。もしゼロになっても、また働いて稼げばいいのです。しかし私たちには、それがありません。彼らの真似をして、ハイリスクな投資に手を出し、資産を半分にしてしまったら、私たちの老後はそこで試合終了です。他人と比較して得られるものは、一つもありません。あるのは不要な劣等感と、無謀なリスクテイクだけです。あなたの目的は何ですか。誰かに勝つことですか。SNS でいいねをもらうことですか。違うはずです。あなたの目的は、あなたとあなたの家族が亡くなるまでお金に困らず、笑顔で暮らすこと。それだけのはずです。隣の船がどんなスピードで走っていようと、関係ありません。自分の船のスピードメーターだけを見て、安全運転を続けてください。今年1年、SNS を見て心がざわついたら、そっとアプリを閉じて、スマホを置いてください。そして、目の前にいる家族や、自分の趣味に目を向けてください。そこにしか、本当の幸せはありません。そしていよいよ、NG 行動の第一位、ワースト1です。これが、50代にとって最も危険で、最も寿命を縮める行動です。それは、一発逆転を狙うことです。1月2日、お正月のこの時期、多くの人がこの罠にかかります。今年は勝負の年だ。退職金をもっと効率よく増やしたい。あわよくば、これで住宅ローンを完済したい。そんなスケベ心が、FX や暗号資産、あるいはレバレッジ型の投資信託といった、劇薬へと手を伸ばさせます。絶対にやめてください。50代からの一発逆転狙いは、投資ではありません。ただのギャンブルです。パチンコや競馬と同じです。なぜ50代が一発逆転を狙ってはいけないのか。理由はシンプルです。負けた時に退場させられるからです。若い頃なら、一発狙ってゼロになっても、いい勉強代だったで済みます。人的資本がたっぷりあるからです。しかし、50代の資産は、これまでの人生の時間を切り売りして、汗水垂らして貯めてきた、命の結晶です。それを、
プロのトレーダーや AI がしのぎを削る短期売買の戦場にさらすのは、武器を持たずに最前線に行くのと同じです。一発当てれば、確かに景色は変わるかもしれません。しかし、外せば、あなたの老後はその瞬間に貧困へと転落します。9勝1敗でもダメなのです。そのたった1敗が、再起不能なダメージになるのが、50代の投資なのです。野球で言えば、私たちはもう9回裏のマウンドにいます。ここでやるべきは、ホームランを狙って、大振りすることではありません。確実にバントでランナーを進め、堅実に1点を守り抜くことです。地味だと思いますか？つまらないと思いますか？その通りです。投資の正解はいつだって退屈なのです。インデックスファンドを積み立てて、あとは何もしない。刺激もなければ、自慢できるような武勇伝も生まれません。しかし、その退屈な日々の積み重ねの先にしか、私たちの求める安心はありません。今年1年、もしあなたが、投資がつまらないなと感じたら、おめでとうございます。それはあなたが、正しい航路を進んでいる証拠です。刺激は、投資ではなく、趣味や旅行で求めてください。大切なお金で、スリルを味わおうとしないでください。いかがでしたでしょうか。1月2日、世の中が浮かれているこの時に、あえて厳しいお話をさせていただきました。それは皆さんに、失敗してほしくないからです。ここまで積み上げてきた資産を、一瞬の気の緩みで、失ってほしくないからです。未来を予測しない。他人と比較しない。そして、一発逆転を狙わない。この3つを守るだけで、あなたの2026年は、上位 10% の素晴らしい投資家として、終わることができます。焦る必要はありません。私たちの航路は、まだ長く続いています。今年も私、船長と一緒に、ゆっくりと、しかし確実に、自由への海を進んでいきましょう。もしこの動画が、少しでも役に立ったと思ったら、いいねボタンで教えてください。また、今年は地味に行きます。という、決意表明のコメントも、心よりお待ちしております。固定コメントに、今日のまとめを書いておきますので、ぜひ復習に使ってください。それでは、残りの休日も、ご家族とゆっくりお過ごしください。